こんにちは。お元気ですか？今日は10月25日の土曜日ですね。もう最近寒いですよね。2日前くらいにね、天気が良かったんで、私も無事布団を干せて、それで、もうその2日前くらいからね、夜は布団をかけて寝るようになりました。布団っていうのはね、今まではタオルケットとか、そういう夏仕様のものをかけてたんですけど、ちゃんと、毛が入った羽毛布団をかけて寝るようになりました。やっぱりね、寒くないとちゃんと安眠できるなと思うのでね、寝具は大事だなって思ったりしながら、もうこの後ね、もうどんどん寒くなってくるんだなと思うと、もう今くらいでこの寒さね、勘弁していただけませんかっていう気分にはなりますね。これくらいの気温だったらね、長袖とかカーディガンとか着ればね、全然過ごせるんですけれども、これ以上寒くなってくるとね、いわゆる冷凍庫みたいにね、気温が0度とかになってくるともう本当に寒いですよね。ダウンとか着て。もうそういうのは、もう筋肉が縮まる思いがします。本当に。ね、寒いのは嫌だなと思いながらも、もう冬がどんどん近づいてきてるななんていう感じの10月末になってしまいました。もう10月末ですね。カレンダー買わなきゃって最近思ってんですよね。カレンダーと来年のスケジュール帳。そういうのって9月になるとお店とかに出てくるんですけれども、100円ショップとか行くとね、そういうのが出てくるので、買わなきゃって思うんですけど、この辺だと100円ショップぐらいか。昔はね、こう街とか歩いてると東急ハンズとかロフトとかね、そういうとこに行くとスケジュール帳とかカレンダーとかがいっぱい来年のが出てきて、そろそろスケジュール帳買いたいな、ロフト行こうかななんて、そんなことをよく考えてたななんて思うんですけれども、もうほんとね、スケジュール帳は100均が一番っていう感じですね。昔はね、持ち歩いたりとかしてたっていうのもあって、その持ち歩くものっていう意味でもちょっとおしゃれなやつ欲しいなっていう気持ちはあったんですけども、今のご時世あんまりスケジュール帳を持ち歩く方っていないと思うんですよね。携帯で管理できるし、どっちかっていうと家にいる時の明日あれだなとか、今週こうだったよねとか、そういうのを家でのんびりこうチェックしたりとか、もしくはこう逆にその日が終わった後ちょこちょこっとやったことを書いとくとかね、いわゆる日記的な感じであの使うっていう方が多いんじゃないかななんて思ったりしました。私もね、結構自分の体調とか今日何をしたとか、そういう記録をつけていくっていう感じで使ってるので、もちろん何日に何があるっていうのも入れますけれども、結構日記帳、その時の記録みたいな意味合いが多いかなって思ったりしますね。だからノートっぽい100均とかでね売ってるスケジュール帳がね、ちょうどいいなっていう感じなんですよね。スケジュール帳といえばね、今はもう本当にスマホとかでね何でもできちゃう感じですけども、ちょうどね、こうスマホっていうものが出てくる前だから、私が20代の前半とかの時とかはね、電子手帳なんていうのがね、一瞬こう流行るってほどじゃないんですけども、一瞬出てきたりとかして、私も買うかどうか迷ったりとかした時期があったんですよね。もう本当に電子手帳っていうのは、いわゆる紙の手帳でやることを単純にこの電子、なんていうんだろう、こう電卓みたいな電卓にスマホカバーみたいな、こう蓋がついたみたいなそういうやつで、あの鉛筆で書く代わりに手で入力できて、電子で記録して持ち歩けるっていうだけのものなんですけども、もちろんインターネットとかにもつながれてないしね、そういうものもちょっと流行るってほどじゃないですね。でも私ちょっと新しいものは何でもちょっと試してみたいなっていう気質があるので、ちょっと買うかどうか迷って結局買わなかった記憶があるんですけどなんかそれで言ったらちょっと思い出したんですけど、
翻訳機っていうのが私が20代前半の頃流行ったことが流行ってないですね。流行ってないですけど、そういう機会が出てきて、あれいくつぐらいだろう。私が21歳ぐらいの時に面白いと思って買ってみたことがあったんですよ。あの、うんとね、なんていうのかな。こう、ちょっと分厚い、機械はね、ちょっとカステラぐらいの厚さ。ちょっとカステラにもいろいろ厚さがあるからあれなんですけど、なんて言ったらいいのかな。豆腐くらいの厚さ。ますますわかんなくなったかも。今のスマホに、5センチ厚さを出したみたいな大きさですね。それくらいの機械で、ただこう音声とかを認識してくれなかったかな。だから手入力で日本語でこれは何々ですかとか入力すると、それをその機械が英語に翻訳してくれて、で翻訳してくれたのをボタンを押すと、それを発音してくれるっていうやつなんですよ。だからあのなんだろ電子辞書を持ってて、それでさらに発音までしてくれるみたいな、それがいわゆる翻訳機として売ってたんですけど、今スマホでそれ以上のことができるので、今から思うとその昔のね、そういうのって笑っちゃうなっていうくらいだと思うんですけど、だから私が21ぐらいの時に買ったっていうことを考えるとね、今から27年前とかくらいの話なんですけど、だから30年弱ぐらい前にはそれが最新のものとしてね発売して、でもね、もちろん一般的なものじゃないのでそんな流行ったりはしなかったんですけど、ヤマダ電機とかね、そういう量販店の電気屋さんとかに行くと売ってて、私もちょっと新しいもの好きなのでとりあえず買ってみるみたいな感じでね、一回外国人に試したこともあったけど、すごい何これみたいな感じで喜んでたけど、でも実際に普通に電子辞書を持ってて、それで自分で翻訳したのを自分で読む方が全然早いっていうか、発音してもらう意味ないし、発音が苦手だったらそれ読んでもらえばいいだけなんで、ただね、新しいものをちょっと買ってみたかったっていうのがあってね、そういうのがあったななんて思い出したりとかしましたね。本当今はね、その英語に限らず何々語っていろんな言葉をね、一つのスマホでね、なんかいろいろそういうアプリをインストールしとくだけで、無料でもそこそこ使えるし、有料のねやつにしとけば大した値段でもないけど、すごく広告とか入らずに使えたりとかして、めちゃめちゃ便利ですよね。もう時代ってすごいなと思いますね。本当にこの先ね、この先ってもうすでにですけど、英語とか外国語とかね話せなくっても困らなくなってきたっていうのが本当にリアルにね、最近そうなりましたよね。だから本当に英語できなくともそこそこいろんなことがね、いろんなその外国語の記事とかも読めるし、現地に行って現地の人とコミュニケーションもね、お互いスマホで翻訳し合ってっていうのもねできるようになってきたので、意外とね私もね、そのスマホの翻訳で、日本にいる時ですけど、そうやって外国人の方と東南アジア系の方とかとこうベトナム語とかでねこうやってみたりとかして、意外と全然普通にコミュニケーション取れるなと思ってね、全然こう外国語なくても過ごせるわみたいな感じになってきましたね。だからそれは本当にすごいなと思いますね。ただだからといって外国語ができないくても仕事に差し支えないのかって言ったら、やっぱね、間違いなくできる方がいろいろできると思いますなんかそれはやっぱできた方がいいなっていうふうには思いますね。ただなんていうのかな、今まではできないと何もできなかったのが、外国語ができないと何も
できなかったのが、外国語ができない人でもかなりいろんなことがねできるようになってきたっていうのが大きな違いですよね。知らない国とか行ってもう全然英語すら全然話せませんっていう人でもね、そのこうスマホのね翻訳アプリ一つ持ってれば、下手に微妙に喋れるぐらいの人よりも正確にコミュニケーション取れますよね、きっとそのアプリとかの方がね。だからなんかもうガンガンいろんな国とか行っていろいろ旅してみるとかありだし、そのなんかね国とかねその偏僻なとこに行くとね、その相手の現地の人も英語喋れないとか全然あるので、そういう時はねお互いがこう翻訳機とか持ってればね全然現地の人とコミュニケーションが取れるので、下手に英語だけちょっと喋れるなんて人よりもね、今の時代スマホを持ってればいろんな奥地に行けてめっちゃいいなって思いましたね。ちょっと話がなんかカレンダーの話からすごいなんか逸脱しちゃったんですけど、ちょっと話を戻してきて、ここ数日のことなんですけども、あれ私数日ちょっと出かけたとか言いましたっけ？言ってないか昨日ちょっとね久々にお出かけとかしたんですよね。なんか別に用事があったとかちょっと外に遊びに行きたくなったとかそういうんじゃなくて、もうね自分で自主的にちょっと外に出て気分転換して、で何かこう何か物を買ったりしようっていうのをね自主的に行いましたなんかこうあまりにも家にこもって、あまりにもこう何ヶ月もっていうかもう1年以上なんですけど、こう毎日仕事をねこう在宅でし続けて、なんか結構こう追われるようにというか、こうちょっとやらないとまずいぞみたいな、そういう強迫観念みたいのも何気にちょっとあったとは思うんですけど、こうやらなければもう終わりみたいなねお前はもう終わりみたいなね。ていうかなんか少しずつメンタル的にも元気になってきたのであれば、またメンタルが悪くなるぐらい頑張ってしまったらそれは本末転倒なんですけども、できる限りのことはどうにかしてどうにかしなきゃみたいなのがあったので、とにかくこう根詰めて、そうですね、根詰めてっていうのがふさわしいかな。だけどなんかそれがやっぱりこうパフォーマンスがうまく出ないというかね、つまりちょっと煮詰まったんでしょうねでこれただ単に頑張ってもこの自分のこのやってることがこの生産性が低いというかね、このパフォーマンスが上がらないような気がして、こうだからねちょっと外に出てちょっと全然違う情報を入れたりとか、景色とかね、可愛いものとか楽しいものとか美味しいものとかね、ちょっと歩くとかね、そういう感じでちょっと昨日は出かけてちょっといろんなものを見て、今日は1万円使ったると思っていろいろ雑貨とかね買ってきました。もうなんか買ったりとかそういうこともずっとしてなかったんで、なんかこう欲しいなとかこれいいなとかそういう感情すらもう生まれてきてなかったんで、あのあもう何年か前っていうか、2年ぐらい前まではそういう感情すら取り戻せないぐらいメンタル自体がおかしかった時期はあったんですけど、もう最近はねそういう美味しいなとか可愛いなとかこれいいなとか行ってみたいなとか欲しいなとかそういう感情自体はね正常に戻ってきてたんで、ただ別にこう出かけてまで買うほど何かこうそういう衝動にね駆られることもなかったし、家でとにかく引きこもってとにかく仕事しなきゃっていう強迫観念もあったんで、なんかそういう気持ちすら起きなかったんですけど、でもなんかこうなんていうのかな、こう自分のこう脳みその中の思考が同じところでぐる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 回ってる気がして、こう新しい情報とか違う感情とかを湧き上がらせないと効率が悪い気がしたんですよね。だからあえてこれ可愛いな欲しいなとかめっちゃいいじゃんとかそういう感情とかインスピレーションとかなんかそういうのをこう入手するために
投資として昨日出かけました。それで思うがまま感じるまま、このポーチかわいいなとか、そういうちょっとしたちっちゃい小物とか雑貨とかをバンバン買ってきて、バンバンって言ってもね、数百円のものとかをただバンバン買っただけなんで、全然1万円とかいかなかったんですけど、それでもちょっと気分転換できて、最近はこういうのが売ってるんだとか、最近はこういうのが流行ってるんだとか、ちょっとね、私も時代錯誤な人間になってたんで、そういうのも感じれてよかったなと思いました。時代錯誤になるってどんな仕事においても結構問題だなって感じたので、そういう意味ではやっぱ定期的にね、ちょっと外に出たりとか、少し都会の方に行ったりとかして、ちょっとウィンドウショッピングとかでもいいんで、いろんなものを見たりとか、人が今どんなもの着てってとか、どんな会話しててとか、どんなカフェでどんなのが流行っててとか、最近ここら辺こういう店が新しくできたんだとか、そういうのをね、リアルな世界をちゃんと感じた方がいいなっていうふうに思いましたね。やっぱりその時代がね感じれないとかね、自分が住んでる周りの状況とか雰囲気を感じれないっていうのは、意外とこの情報を得てないっていうのは結構ダメだなっていうふうに思いましたね。そうそう。だから昨日はちょっと疲れたけど有意義だったなっていうふうに思いましたね。だから仕事する時間がだいぶ減っちゃったんですけど、昨日は夕方まで出かけちゃったんで、帰ってきてぐってって疲れちゃったりとかして、ちょっと夜しか仕事ができなかったんですけど、でもたまにはいいなって思ったし、あと仕事を休めないっていうのもね、もしかしたら強迫観念で休めないのかもしれないと思って、そういうのも定期的に今日は一日休むとか、そういうのをね、なかなかできないんですけど、休むって言いながら午後から働いちゃったとかね、そういうのあるんですけど、そういうの大事だなっていうふうに思いましたね。生産性が低いものをね、ただ量だけこなしてやった気になってるっていうのはね、逆に怠惰だと思うので、逆にちゃんと休んで脳みそを一回空っぽにするとか、もしくは全然違う情報を入れて気分転換をするとかね、そういうものこそがこの前向きな生産性だというふうに思うのでね、ちょっと煮詰まるくらいっていうのはコスパ悪いことをただただ続けることで、自分自身に頑張ってる認定を勝手にしてほっとしてるみたいなね、そういう逃げのスタンスだなっていうふうに思ったんでやっぱね、たまに外に出て、これ美味しいなとか、これ綺麗だなとか可愛いなとか、そういうものでちょっとお金使ってみたりとか、そういう自分自身を整えることこそ積極的にもっとやっていかなきゃなっていうふうに思ったりとかしました。あとはちょっと人にたまには会わなきゃなっていうふうに思いましたね。昨日は一人で行って一人でいろんなものをウィンドウショッピングみたいな感じで見て、雑貨を買ったりとか、そういう感じだったんでね。ただね、人に会うっていう観点では一昨日かな、商工会議所に行って、来年の確定申告がね、このままにしてたらやばいと思ったんで、商工会議所に行ってちょっと聞いてきましたね。で、結果わからないものはわからないままだったりはしたんですけども、ここをこうした方がいいかなとか、そういうふうにちょっと一歩前進はしました。商工会議所でね、すごく親切に教えていただいたんですけども、対応してくれた方がね、多分まだ1年目とかの方なのかな。その方もね、まだそんなに詳しくないみたいだったので、ちょっと一緒にね、会計ソフトを2人で見ながら、ここはこうだからこうじゃないですかみたいなことを教えていただいたりはしたんですけども、それが合ってるのかどうかもわからないので、ちょっとその方もね、ちょっといろいろ資料みたいのを見ながら一生懸命やってくれて、良かったかなっていうふうに思いましたね。で、私もね、この分からない部分がより浮き彫りに、ここがこういうふうに分からないっていうのがね、はっきりしてきたっていうのだけでも一歩前進なので、ちょっとね、昨日は出かけちゃって疲れて、その確定申告のことまで手が回らなかったんですけど、自分でまたチェックするっていうのでね、
ちょっと今日あたりね、またこの後確定申告に関わるその会計ソフトのね、この入力、こうした方がいいんじゃないかとかね、あとは年末にこういう風にすればいいんじゃないかとか、いろいろちょっと自分であれこれまた調べてみて、でこれはどうなんだろうっていうのを今度はね、税務署に一回電話して聞いてみようかなっていうふうに思いますね。で、税務署で一回、その帳簿じゃなくて、会計ソフト、帳簿なんですけど、会計ソフトの入力ごと、ちょっと一回見てもらえるかっていうことと、あとは、ちょっと青色申告会、ちょっと商工会議所の方は一回行ったんで、青色申告会どうかなと思って、そっちにも場合によっては、連絡してみてっていう感じでやっていこうかなというふうに思ってますね。ただその電話して聞く前にもうちょっと自分ではっきりここはなんとなくわかんないんですじゃなくて、こうしようと思っているんですけどこれで大丈夫でしょうかとか、こういうそのエビデンスのもとこういう計算をいたしましたとかね、ここはこういうふうに一般的にはこういうふうに言われてみますけど、この場合はこれでよろしいんでしょうかとかね、より具体的なことをちゃんと質問できるようにというかね、ここはこういう理屈の上こうしてみましたとかね、ちゃんとこういう理由でこうしてるんですけどもこれでよろしいでしょうかっていうふうになんていうのかな、ふわっとした質問じゃなくてちゃんと相手がイエスノーで答えられるような内容とか、もしくは私がそこまで分かってないと相手もそれ説明してもしょうがねえみたいな感じになってると延々とちょっとゴールにはたどり着けないと思うんで、ちょっと本当にねときめかない作業ではあるんですけど、ちょっともうここはね仕事をする時間を削ってでもちょっと一回どうにかしたいなっていうふうに思ってますね。あとねこの確定申告がとかね、ちょっとあれもういつかどうにかしなきゃすっきりさせて、これでこの入力方法でいいんだよしみたいなね、そこがすっきりしてないと脳みその中で四六時中それが数%頭の片隅で引っかかってるわけじゃないですか。そうすると脳みそのなんていうか頭のウィルパワーを若干消費してしまっているっていう風に考えられるので、それってめっちゃもったいないですよね。だからその引っかかってる部分が例えば重り、ちょっとした重りになってて、例えばここからこの1キロ先まで歩く時に手に2キロぐらいのダンベル持って歩いてるのと同じような感覚じゃないですか。コスパが悪いじゃないですか。それがなければ体力を消費しないし、もっと軽々と歩けるところ、大してあれじゃないけれども数%はちょっと邪魔になってしまってるみたいなね。だからそれを早めに解決しておけば、もう脳みその中のその引っかかってる部分を全部取り払って100% 自分がこの仕事なら仕事なりにそっちにエネルギーというかね、この脳みその容量を使えるので、そういう意味ではねやっぱ早めに解決しとかないとやっぱりコスパが自分自身を動かすにあたってコスパが悪いっていうのはあるなっていうふうに思ったりとかしてます。でも本当に確定申告とかね、でも一度覚えてしまえばというかね、一度なんとなくこういう時はこういうんなんだっていうのがね、ある程度理解できればねっていうのがあるので、最初だけはちょっとあれなんだなっていうふうに思いました。でなんか私は一人暮らしでね、一人暮らしっていうか基本的にはぼっちなので、家でねもちろん一緒にいる人もないし、この周りになんていうか深い付き合いの人もいないから、その家族とかお付き合いしてる人とかね、そういう人がいないから、なんていうのかな、気軽に聞ける相手がいないのがあれですね。別に聞きたいことに対して専門分野の人とか知識がある人とかじゃなくても、なんとなく
ちょっと確定申告がさとかさ、本当なんかもうやりたくないんだよねとか、そういうちょっとした愚痴とか弱音とかをこう吐きたい相手みたいな。そしたら相手が全然専門的な知識なくても分かるわとか、なんかこうしたらいいんじゃないとか、そういう自分とは違うアイデアを投げかけてくれたりとか、そうだよね、でもでもいついつまでにこうしといた方がいいよとか、自分の友達でも同じような人いたけどこうだったよとか、そういう情報をくれたりとかするだけでもちょっとなんかほっとしたりとか、もしくは自分自身だけじゃなくて相手もそうだよねとか同意を得られると、やっぱそうだよなっていうふうにちょっとほっとしたりとか、あと単純に自分だけで抱えてないっていうか、別に相手に手伝ってもらうわけじゃないんだけど、こうなんだよねっていうのを人に知ってもらうだけでちょっとほっとしたりとか、なぜかちょっと肩の荷が下りたりとかするじゃないですか。であの人も知ってるし、自分もそれだけでちょっと頑張る力になるというかね、なぜかなんかそういうのがあるから、そういう意味ではこういう時ぼっちって結構あれだよなって思ったりとかしますね。そこまで深刻にって思うほどじゃないんだけど、なんていうかちょっと舌打ちするぐらいのあれですね、みたいなねなんかそんな感じでございました。ちょっとどんな感じかわかんないんですけど、そうそう、今日この映像で、今日の映像は本当今日の映像なんですけど、今日コーヒーを飲んだ映像なんですけど、そこにマグカップが映ってますけれども、これは昨日買ってきたやつです。いろいろ雑貨とか買ってきたうちの中の一つのカップですね。本当はね、もう一個欲しいのあったんだけど、一気に2つとか買っちゃうとね、またその買ったやつが実は使い勝手が良くなかった場合とか、ちょっと同じシリーズでもう1個欲しかったんですけど、そうすると2個買っちゃうとっていう感じなんで、とりあえず1個買ってきました。ちょっとねこれデザイン的に結構好きだなと思ったんで買ってきたんですけど、あとね飲み口がすごく薄いんでね、それもねコーヒーを飲む上でのカップで、この飲み口のちょっと角度とかその薄さとかによって、飲んだ時に最初の下のどのポジションにそのコーヒー液が落ちるかとかによってもちょっと味わい方が変わってくるので、このカップとかもね、その飲み口の今回買ったやつは結構薄かったんで、それもね購入したポイントですね。デザイン性のみならず、そんな感じでね、今回からはちょっとカップが一つ増えましたというご報告いらないと思うんですけどということでございました。はい、それではまた。